キリバリエ。一冊のスケッチブックを買った。それがそもそもの始まりだった。普通の白い画用紙だけでなく、様々な色付きの画用紙があるもの。いわゆるカラースケッチブックだった。折り紙セットを大きくしたような感じ。で、これにペン画など描いてみた。そのうち画用紙をハサミで切り抜き、台紙に貼り合わせて遊び始めた。つまり色紙によるキリバリエである。幼稚な印象を与えるけれど、やってみるとこれがなかなか楽しいのだ。適当に貼った色紙を重ね合わせてみる。メリハリのある色と形の組み合わせによって斬新なデザインが簡単に生成される。好きな色紙を好きな形に切った後、それらを重ね合わせながら貼る直前まで配置バランスの調整ができるのも長所だ。貼り付けには両面テープを使った。糊よりは修正が楽だし手が汚れにくい。定規とカッターは穴の部分と見えない部分を除いて使わなかった。ハサミ特有のぎこちないラインが視覚に心地よいはずと考えたからだ。指で裂いて切る方法も面白そうだが、全体の統一感や細部表現が難しい。それに山下清のありようになりそうだ。なかなか傑作ではなかろうか、と自画自賛できるものも数点できた。しかしそれでやめておけばよかったのだ。つい調子に乗り、色画用紙だけでなく、チラシや新聞や雑誌の切り抜きなど、革の切れ端、布切れ、商品パッケージなど、いろいろなものを画材に使い始めた。コラージュとでも言うのだろうか。積んだ雑草、切った髪の毛の束、外国硬貨や外国紙幣なども貼った。さすがに両面テープだけでは無理があり、糊や瞬間接着剤も使うようになった。しけた糊、紙掛けのガム、踏まれて潰れた甲虫の死骸まで貼った。こうなると画用紙の上では固定しにくい。ピンや画鋲でも止められるように、ベニヤ板を土台に用いるようになった。この段階でやめたらまだ救われたのだ。ところがもうやめられなくなっていた。キリバリエの虜になっていたのだ。読んで気持ち悪くなるだろうからあまり詳しく書くつもりはない。包丁やノコギリで画材を切るようになった。釘やネジ、さらに紐や針金を用いて厚い木の板に貼り付けるようになった。鼻が悪いのであまり気にならなかったが、アトリエとして使っていた部屋が近所に異臭を放つまでになっていたようだ。そしてとうとう許されない領域にまでいつの間にか踏み込んでいたのだった。記録的に暑かった夏の日、昼下がり。近所の学習塾に通うお下げ髪の女の子を待ち伏せして誘拐してしまったのは、つまりそういうわけなのだ。